横山真也さんです。横山です。今日は皆さんに新しい友人を16億人ご紹介します。こちらをご覧ください。何の数字だと思いますか？これは私の友人が1年間で減った体重です。ダイエットに成功したのではありません。働きすぎて体重が減ったのでもありません。この日本で食べるものが見つからなくて痩せ細ってしまったんです。彼は19年前に東大へ入学するために来日したパキスタン人です。彼はムスリム、つまりイスラム教徒であるため、豚やアルコール、それからそれらから派生した食品を口にすることができません。来日したばかりで日本語がわからなかった彼は、何を食べたらいいかわからず、1年間で15キロも体重が減ってしまったというわけです。もう一人こういう人もいます。30年前に出稼ぎ目的で来日したバングラデシュ人です。彼もムスリム、つまりイスラム教徒であるため、食べ物に困って1年で10キロ痩せてしまいました。当時日本語が分からなかった彼も、何を食べたらいいか分からなかったので、仕方なくご飯にマヨネーズをかけて食べていたそうです。しかもそのマヨネーズ、何でできているか、何が入っているか詳しく分からなかったので、彼は神様に許しを請いながら毎日涙を流してそのご飯を食べていたそうです。この2つの例は19年前と30年前の話ですので、今とは状況が異なると考えられるかもしれません。しかし在日ムスリム、それから現在観光客として来日しているムスリムは一番困っているのは日本での食事だといろいろな調査結果で判明しています。中には期間中の食べ物としてインスタントラーメンをスーツケースいっぱいに詰め込んで持ってくる人もいるんです。それからこんなこともありました。3年ほど前、私はマレー系のシンガポリアンの友人に日本へ遊びに行かないかと誘いました。ところが、行きたいけど食べるものがないと言われました。行きたいけど食べるものがない。行きたいけど食べるものがない。あ、そうか、豚とアルコールがダメなんだよねと言ってその時は終わったんですけれども、よく考えてみると、どうして日本にムスリムが食べるものがないんだろう。じゃあ今まで中東や ASEAN から日本へ行っていたムスリムはどうしてたんだろう。いや、それよりも今となっては日本人よりもリッチになったシンガポリアンが日本で食べるものがないというのはもったいなくないかな。なんかフェアじゃないな。いろいろ考えさせられました。それからしばらくしてジャカルタに行く機会があったんです。実に12年ぶりのジャカルタでした。これが転機になりました。ランチタイムにレストランに行ったんです。そこで衝撃を受けました。レストランにムスリムが長蛇の列をなして並んでいたんです。どうしてそれが衝撃だったかといいますと、前回来た90年代後半、レストランで食事をするムスリムというのは本当に少数で、比較的安い屋台やフードコートを利用する人がほとんどだったからです。それは12年も経てば所得は増えているでしょうし、私もそういった予備知識はありました。しかしそこに並んでいるムスリムの多くは20、30代の若い人たちだったんです。聞けば毎日は来れないけれども月に2、3度はこうしてレストランで食事しているというんです。しかも円換算で1000円はするランチですから、彼らにとっては決して安いとは言えないものです。そしてどのレストランにも見慣れないロゴマークがありました。ハラールです。ハラールとはイスラム教の戒律に沿った神に許されたという意味で、このマークがあればムスリムは安心して食事ができるそうです。国によっていろいろなハラールマークがあるんですけれども、ハラールと認められるためには原材料から調理方法、輸送から保管方法まで専門機関が厳しくチェックします。豚やアルコールが入っていないか、あるいは牛肉や鶏肉はイスラム教の戒律に沿った形で
処理されているかといった具合です。つまりハサップのような衛生管理システムです。私はこれを知った時にしまったと思いました。なぜこれに気づかなかったかと。これは大きなチャンスを逃したと思っていました。 ASEAN は成長市場です。ムスリムの人口は増え続けています。世界的に見ても2010年16億人だったムスリムの人口は2030年には22億人にまで上昇します。つまり20年間で日本5つ分の人口が増えるわけです。これからまだまだ経済成長する大きな市場になる、私はそう感じていました。ムスリムはあるいは ASEAN の人たちは日本が大好きです。日本食を食べたいと言っています。日本に来たいと言っています。しかも LCC は増える一方ですし、円安も進んでいますよね。しかしそうしてようやく行けるようになった日本だというのに、ハラールの環境が十分ではないんです。ムスリム、イスラム教徒が安心して過ごせるハラールの環境がまだ十分ではないんです。ではもし日本にハラールの環境を作ることができたら、これってよく見ていなかった大陸ではないかと思ったんです。それからの私はハラールについて真剣に考えるようになりました。どうすれば日本で広まるのかと、どうすれば喜んでもらえるのだろうかと、そしてもちろんどうすればビジネスになるのだろうかと考えました。ムスリムの友人に話を聞き、モスクへ情報収集に行き、ハラールマークを発行している認証機関にも出入りするようになりました。それで聞けば聞くほど、日本ってムスリムにとって今は確かにまだちょっと過ごしにくい環境かもしれないけれども、これは大きく変えることができるんじゃないかと考えるようになったんです。というのも問題は2つだけなんです。一つは食事です。もう一つは礼拝場所です。まず食事なんですけども、豚とアルコールが NG なんです。でも豚はすいません、アルコールは、日本食というのは酒やみりんをよく使いますよね。それから豚肉だけではなくて、お菓子やそれからケーキに使われる乳化剤やゼラチン、こういったものにも豚由来のものが使われているケースがあるんです。ちょっと細かいんですが、こういった点が NG なんですね。もう一つの問題、礼拝場所です。ムスリムは基本的に1日5回の礼拝を欠かしません。旅先ではまとめて数を減らすということもできるそうですけれども、この礼拝場所というのが日本にはまだまだ少ないのが現状です。でもよく考えてください。これってもったいないと思いませんか？まず食事について、日本にはおいしいものがたくさんあるし、豚やアルコール以外にも食べるものはいくらでもあります。極端な話、ハラールでないというものはこの程度で、それよりもハラールであるというものの方が圧倒的に多いんです。ハラール・フォー・オールという言葉があります。これはハラールというのは決してムスリムだけのものではない、決して特殊なものではないという意味なんです。例えば農作物、米、野菜、フルーツ、ハラールだそうです。魚も基本的にはハラールだそうです。しかし調味料やあるいは食品加工を加える過程において、豚やアルコール成分を含んだものを使ってしまうケースがあるんです。したがってこういった面に気をつければ解決できない問題ではありません。もう一つの問題、礼拝場所です。これは実は大した設備はいりません。これは後ほど具体的な内容をご紹介します。要は彼らが必要としている2つの情報、食べ物に何が入っているのか、お祈りできる場所はどこなのか、この情報を彼らに分かるように伝えればいいということです。それに気づいた頃、私はちょうど BBT に入学したばかりでしたので、ハラールについて深掘りしました。学長のイスラム市場におけるトラブル対策についても参考にさせていただきました。そしてまだマーケットにプレイヤーが少ないことも気づきました。よし、情報に関わろう。日本のハラール情報はまだ少ないけれどもこれから増えるだろう。
それを英語で発信しようと決めました。それで作ったのがこれです。ハラールメディアジャパン、日本ハラール専門の英語ポータルサイトです。昨年の1月1日に開設して以来、今日まで300本以上の記事を掲載してきました。実はこのポータルサイト、MBA の卒業研究の打ち手で示した一つでした。ご指導いただいた松本先生と森本先生、それから門永先生から試作品を作ってテストしなさいとアドバイスいただきましたので、卒業研究最後の3ヶ月で慌てて制作しました。サイトが立ち上がらなければ卒業研究を提出できないというのは相当大きなプレッシャーだったんですけれども、結果を追い込んでいただいて感謝しております。 BBT に入ってなければこれも生まれていませんでした。さて、サイトを開設してからいろんなことがありました。まず世界中のムスリムからメールをもらいました。日本に行きたい、日本のラーメンが食べたい、私たちは日本が大好きなんだという言葉とともに、日本にモスクはあるのか、出張で行くんだけれどもハラールレストランはどこにあるんだ、ところでお前はムスリムか、こういった具合でした。一番多かった質問は何だと思いますか？日本のキットカットを食べるべきか。これ実はですね、調べて分かったんですけども、日本のキットカットというのは種類が多くて、季節限定のものから地域限定のものまで日本でしか買えないキットカットがたくさんあるんです。中でもこの抹茶味のキットカットが一番人気で、ハラールマークがついていないこのキットカットをめぐってサイト内で議論が盛り上がりました。このキットカット食べるべきか食べざるべきか、日本からのお土産でもらうことが多かったそうなんです。それからこんなこともしました。ある菓子メーカーがハラール商品を開発することになって、ハラールメディアジャパンでアンケートを取ることになったんです。以前からよく食べたいと耳にしていた3つから3択としました。その結果はこれです。1番食べたいのはお餅、2番目がどら焼き、3番目がロールケーキでした。その他にパンが食べたい、ケーキが食べたい、いやいや東京バナナが食べたいと具体的な商品名まで出てきました。私はこのアンケートを取りながら、本当に食べ物に困ってるんだなと。この日本でコンビニに行って何か買うにも相当苦労してるんだなとよく理解できました。このアンケートはちょうど去年の今頃7月に実施したんですけれども、その後お餅、どら焼き、パン、ケーキ、抹茶チョコレート、団子、すべてハラール商品化されています。日本企業が豚やアルコール成分を使わずに商品化することに成功したからです。この菓子メーカーもその後チョコレートケーキやロールケーキを商品化されて、今では人気商品となっています。こうしていろいろムスリムと交流していくうち、具体的なハラール対応を彼らから教えてもらいました。今日本ではハラールというと認証のことばかり報道されるんですけれども、ハラールマークがなくても日本国内であればちょっとしたコミュニケーションでムスリムは喜んでくれます。それをご紹介します。まず食事です。野菜、果物、魚、こういったものを勧めてあげてください。寿司、天ぷら、焼き魚、こういったものを好んで食べる方が多いです。ハラールかどうかというのは彼らの判断に任せて、何を作って何が入っているのか、何を作ってこれを料理しているのかといった内容を教えてあげてください。中には日本にいるからビールを飲みたいという人がいるかもしれません。そういった場合はこれも彼らの判断に任せましょう。ちなみに日本の食材自体はハラールであることが実は多いんです。これは徳島県の特産品40品です。阿波ポークは NG ですけれども、阿波牛と地鶏生産日本一という阿波踊り、これは土地区をイスラム教の戒律に沿った形でやればハラールになるということです。その他の37品、そもそもハラールだというのですから取り組みやすいと思いませんか？
実際日本食はハラール化しやすいというムスリムは多いです。確かに考えてみれば、伝統的な日本食というのは米、大豆、野菜に魚を加えたものですので、言われてみればハラール化しやすいですよね。もう一つの問題、お祈り場所について。これ礼拝室なんですけれども、これはわざわざモスクへ連れてってあげてくださいというのではありません。どこに静かなスペースがあるかを教えてあげてください。その近くに手が洗える水洗があればベターです。ムスリムの観光客が日本で礼拝場所を探すのは結構大変です。結果、ビルの裏でお祈りしている人もいます。階段の踊り場でお祈りしている人もいます。椅子に座ったままひざまずかずにお祈りしている人もいます。ただ静かな場所があれば助かると言います。実は最近各地の商業施設や空港でこうした礼拝施設が設置されるケースが増えています。こんなに立派なものでなくても、こうした建物の一角でもいいそうです。こうした場所でもお祈りができれば彼らの心は安らぐと言います。食事と礼拝場所、ノンポーク、ノンアルコールの食事と小さくても静かな場所、日本でムスリムにあったらこの2つを気にかけてあげてください。私はハラールメディアジャパンを軸にここ数年は特にハラールに力を入れてきました。ムスリムの留学生に日本食を食べたいと言われたので、ハラールの日本食パーティーを開き、中小企業からハラール認証は取ったはいいんだけれどもお披露目する場所がないよと言われたので、ハラールのエキスポを開いて海外バイヤーを連れてきました。それでも売れない、出口がないと言われたので、今度はシンガポールからハラールのスーパーマーケットを持ち込みます。なぜここまでやるのかというと、私はハラール対応は移民政策の一部だと考えているからです。移民を拒否し続ければ100年後日本の人口は今の半分になります。では仮に移民政策を転換したとしても、中国や韓国といった東アジアからだけ受け入れるということはないでしょう。ではその次はどこかというと ASEAN です。彼らは誰かというと多くはムスリムです。しかもほとんどが親日の人たちです。私も実際向こうで暮らしていてそう感じます。私はハラール対応は日本の未来とつながっていると信じています。親日である彼らムスリムですら迎え入れることができないのであれば、日本に移民はやってきてくれません。人口が半分になって皆で貧しくなって活気がない、夢がない、私は日本をそんな国にしたくないんです。後から来る者のために子供や孫や移民といった私たちの後から来る者のために私たちは何かを残さなければならないと思います。後から来る者のために何を残しますか？私は残りの人生をハラールの環境整備に尽くそうと考えています。そして来日するムスリムにもっと日本を好きになってもらって、もっと日本で暮らしたい、働きたいというムスリムを増やして、そしてどんどん起業させたいと思っています。そしてそうすることでひいては日本人にも刺激を与えて、私は日本の古い秩序を壊していきます。ありがとうございました。横山さん、ありがとうございました。